皆さんこんにちは。食堂朝ごはんの中江里香です。今日はこれから晩ご飯を作るんですけど、先日糖質オフのメニューのリクエストをいただいたので、今日は糖質オフのおすすめレシピを紹介していこうと思います。糖質を抑えることによって太りにくくなって、ダイエットにもおすすめだし、血糖値が気になる方にもとってもおすすめのメニューになってます。そしたらまずはお米から炊いていこうと思うんですけど、今日はお米と一緒にもち麦を入れて炊いていきます。もち麦は動画でも何度か紹介してると思うんですけど、もち麦は糖質オフとか血糖値が気になるっていう方にもとてもおすすめなんです。もち麦にはベータグルカンっていう水溶性の食物繊維が豊富なんですけど、これが腸の中に入るとゼリー状になって糖質の吸収を緩やかにしてくれるっていう働きがあります。なのでご飯と一緒に摂ると血糖値を上がりにくくしてくれます。それで分量はお米ともち麦が2対1で炊いていきます。3合炊く場合はお米2合にもち麦1合で炊きます。で、水加減はいつもの3合分の水加減より少しだけ多めにすると美味しく炊けます。そしたらスープに入れるわかめを水で戻しておきます。わかめなどの海藻にも水溶性食物繊維が豊富なので、ダイエットとか血糖値が気になる方におすすめです。そしたら次はごぼうサラダを作っていきます。人参を薄切りにしていきます。千切りにしていきます。まずこういう風に薄く切ってからちょっと手で整えて、それから包丁で端から刻んでいくと千切りになります。ごぼうとか人参に多いのが水に溶けにくい不溶性の食物繊維です。満腹感を与えてくれるのでダイエット中にもとてもおすすめです。そうしたらごぼうも切っていきます。ごぼうも千切りにしていきます。ごぼうサラダってマヨネーズを使って作るんですけど、ダイエット中にマヨネーズってカロリーが気になるという方も多いかもしれないんですが、糖質オフのメニューの時は糖質をカットしている分、脂質とかタンパク質でしっかりエネルギーを取るっていうのが大事なポイントになります。それでごぼうは切ったらすぐに変色しやすいので水にさらしておきます。ごぼうを千切りにするの大変かもしれないんですけど、頑張って1本千切りにしていきます。糖質オフはカロリーオフっていうよりも血糖値を上げにくくするっていうのが一番の目的なので、食べる量を少なくしたりとかカロリーを減らしてしまうと不健康な痩せ方をしてしまうことがあるので、そこはとても気をつけてほしいポイントになります。そうしたらごぼうの水気は切って、熱湯にお酢を少し入れてごぼうと人参を入れて茹でていきます。お湯にお酢を入れることでごぼうの色がきれいになる効果があります。そうして2分茹でたら
ざるにあげます。水にはさらさずにこのまま自然に冷まします。そうしたらボウルに調味料を混ぜ合わせます。混ぜ合わせたら人参とごぼうを入れて混ぜます。ちょっと味見をしてみて、もし物足りなければ塩コショウを振って味を整えてください。そしたら他のメニューができるまで冷蔵庫で冷やしておきます。次はスープを作ります。今日のスープは豆もやしとハムとわかめのスープです。豆もやしは普通のもやしよりちょっと値段が高いんですけど、豆がついてる分普通のもやしよりも栄養価が高いのでおすすめです。で、スープには鶏ガラスープの素も入れて一煮立ちさせたら火を止めておきます。わかめは最後に入れます。そうしたら今日のメインの料理を作るんですけど、今日は油揚げ餃子っていうのを作ります。まず野菜をみじん切りにするんですけど、いつも使ってるこのブンブンチョッパーでどんどんみじん切りにしていきます。餃子というと餃子の皮に糖質が多めなんですけど、今日作る餃子は餃子の皮の代わりに油揚げを使って作ります。この間試作してみて夫にとっても好評だったので、ぜひ皆さんにも作ってみてもらえたら嬉しいです。皮が油揚げっていうこと以外は普通の餃子とあんまり変わらないです。キャベツは今日は4分の1玉使います。餃子を作るときは野菜をちょっと多めかなっていうぐらい入れるとジューシーで美味しくなるような気がします。で、キャベツを切ったらニラも切ってみじん切りにしていきます。ニラは1束の半分使いました。そうしたらキャベツとニラをみじん切りにしたら塩小さじ1を混ぜておきます。混ぜたら少し置いておきます。その間に長ネギもみじん切りにしていきます。それで余った長ネギとニラはこんな感じで適当に切って保存しておきます。緑色のところは葉っぱの間に砂がちょっと溜まってることがあるので分解して洗ってから切っていきます。そうしたらニラも切っていきます。
こうやって余った野菜を切っておくと後でとっても楽なので、なるべく一緒にこうやって切っておいてます。こんな感じでニラも切り終わりました。そしてさっきのキャベツとニラは水気が出てきたと思うので、一回ざるにあげて水気をよく絞っておきます。さっきすごい山盛りだったと思うんですけど、水気を絞るとこんな感じでだいぶこじんまりします。そんな感じで、あとはお肉と野菜と調味料を混ぜ合わせていきます。材料は鶏ひき肉 300g、 醤油小さじ2、鶏ガラスープの素小さじ2、ごま油小さじ2、おろしにんにくとおろし生姜が小さじ1/2です。今日は鶏ひき肉を使ってるんですけど、豚ひき肉でも大丈夫です。豚ひき肉の方がより餃子っぽくなるかなと思います。でも最近ちょっと私は油っぽいものを食べるとすぐ胃がもたれてくるので、今日は鶏ひき肉を使いました。そしたら油揚げに詰めていくんですけど、最初にキッチンペーパーで表面の油を軽く拭いておきます。で、油揚げは5枚入りとかで安く売ってるものがあると思うんですけど、そういうのを使うっていうのがポイントです。後で袋状に開くんですけど、分厚い油揚げだとなかなか袋にできないので注意してください。そうしたら油揚げは半分に切っていきます。そうしたら切り口の方から手で開いて袋みたいにしていきます。そうしたらこの油揚げの袋の中にさっき作っておいた肉ダネを詰めていきます。詰めたらちょっと手でなじませて平らにします。油揚げは口は開いたままで大丈夫です。特にようじなどで留めなくても中身は出てこないです。それで今日は全部で10個作る予定だったんですけど、ちょっと配分を間違えて油揚げが1枚余りました。そうしたらフライパンで焼いていくんですが、油揚げについてる油があるのでフライパンには油は引かなくて大丈夫です。そしたら今日はきゅうりのもずく和えも作るので、きゅうりも切っていきます。薄切りにします。そうしたら塩は小さじ1/2を振っておきます。で、油揚げの餃子の方はこんな風に中火で両面焼いていきます。
して中火で両面こんがりいい感じに焼けたらまな板に取り出します。切り方は何でも OK なんですけど、今日は三角に切ってみました。このままでも肉ダネにしっかり味がついてるので美味しいんですけど、酢醤油とか添えてつけて食べてもとっても美味しいです。で、きゅうりのもずく和えは水気を絞ったきゅうりにもずく酢をあえて出来上がりです。スープは最後にわかめと胡椒を少し振って出来上がりです。そんなわけで今日は糖質オフにおすすめのメニューを紹介してみました。ぜひ何か気に入ったものがあれば作ってみてもらえると嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございました。